はい、こんにちは。BMW アクティブツアラーにですね、CD スロットを追加していきたいと思います。CD スロットを追加といっても、こちらが純正なんですけど、この CD のスロット部分が後期はないんですね。LCI はですね。で、LCI 以前はこのように CD スロットの入り口があるんですけども、実はハードディスクの方には CD スロット残ってまして、ただ単に蓋が閉められてるだけなんで、これをCD スロット付きにしてあげればですね、車の中で DVD や CD が聴けると。もちろんコーディングが必要なんですけども、そちらの方を今日はやっていきたいと思います。はい、このように今ばらしてみたんですけども、CD スロット部分はですね、このように残ってるんですね、車側には。で、実際使えないようにしてあるんですけども、これを LCI 以前のこちらのパネルですね。こちらのパネルにしてあげると、CD、DVD が使えるということになるんですけども、もちろんコーディングが必要になってきますので、多分これはリーラーさんではやってくれないとは思うんですけども、この中身をですね、こちらに交換して、あとはコーディングをかけていきたいと思います。はい、というわけでアクティブツアラーに DVD のスロット付きパネルに交換しました。こんな感じですね。ちょっと DVD 入れてみますね。
はい、このようにですね、DVD が、映ってます。ちなみにですね、マルチメディアのところで CD、DVD というのが追加されました。でちなみに、上側に、AUX、アナログな AUX なんですけど、これが追加してます。これはカープレイユニットを取り付けたので、追加してるんですが、このカープレイユニットの件に関しては、また別の機会でお話ししたいと思います。ちょっと古い DVD なんですけど、このようにですね、LCI の車もパネルを交換することによって DVD、CD が見れたり聴けるようになりますので、興味ある方はぜひやってみられたらいかがでしょうか。ちなみにですね、カープレイを今つなぎましたのでこんな感じになるんですが、Google マップ、音楽で、こちらがカープレイの画面ですね。純正でコーディングでカープレイするのもいいんですけども、このように後付けのカープレイであったら取り外しができるのと、最近はディーラーがコーディングでいろいろやると厳しいので、こういうものをしておいた方がいいんじゃないかなと思います。これはまた近々動画にてご説明しますので、よかったらまた見てください。はい、というわけで CD、DVD の有効化のコーディングとパネル交換でした。ありがとうございました。